皆様ごきげんよう、宮山美園です。本日も例によって野生の B 校の襲撃を受けています。もういい。届くはずがない高射砲を黙らせろ。こうなったらとっておきのあれを使うしかありませんね。はい。皆さんこちらへどうぞ。ということで本日レビューするのは大日本帝国陸軍のキ109特殊防空戦闘機です。全長 17.95 メートル、全幅は 22.5 メートル、空冷式のハ104 1900馬力の総発機です。大東亜決戦機として名高く、タモさんも認める名機4式重爆撃機の飛龍をベースに設計しております。そしてなんといってもキ109最大の特徴は機種に 75mm 砲を搭載しているという点になります。ちょっとねトンチキな感じもする新航空機かもしれませんけれども、この一撃が空の要塞を粉砕するのです。ということで早速飛ばしていきましょうかね。検証はいつものおまんじゅうたちが行っていきます。おまんじゅうたちには人権はありませんのでご安心ください。回せー回せ回せ回せー自分じゃなくてエンジン回すの。ブーじゃねえ。お前らわざとやってんだろ。ブーじゃねえよ。おまんじゅうたち登場完了。離陸を開始せよ。ボウフレー。よし、キ109無事に飛び立ちました。バーチャルアメコンの連中一泡吹かしてくれるわ。こちらのキ109のベースとなった機体の飛龍は重爆にもかかわらず速度は冷戦並み、爆弾を搭載しなければ曲芸飛行も可能、さらに機体の強度も余裕があるという優れもので、75mm 砲くらいでしたら小規模の回収で十分搭載可能だったのです。よし、一発発射してみるか。コリがほぐれるぜ。このようにキ109に搭載されている 75mm 砲はもともと高射砲になりますので、弾道性能は良好です。ほら無駄撃ちするな。キ109に搭載されていた砲弾数は15発になりますので、無駄撃ちは禁物です。砲弾の装填は副操縦士が行いますが、砲弾は 9kg も重量がありますので扱いには気をつけてください。目覚みー。後で救助しておきます。雲を抜けたか。前方に野生の B 港を捕捉。よし、捕らえたぞ。前期砲撃開始。撃ちまくれ。弾着。命中。見ろ、野生の B 港がゴミのようだ。キ109は B 港の編隊に突っ込むというわけではありません。 B29 の射程範囲外からアウトレンジで攻撃する、これがキ109の戦術なのです。あれ、 B29 に引き離されてる感じがしますね。エンジン出力最大。おまんじゅうたち発動機の出力を上げるんだ。泣き言なんて聞きたくないね。なんとかしな。しかしキ109の高高度性能は残念ながら B29 に劣っております。これはなかなか厳しいですね。あ、そうだ、こんなこともあろうかとキ109に新型の補助エンジンを搭載していたのでした。おまんじゅうたち特ロロケット噴射用意。ご覧ください。確かにキ109の高高度性能は微妙でしたが、このように補助ロケットエンジンを使用して B29 を追撃することが可能なのです。時間的な都合によってテストはしておりませんが、やれるはずです。特ロロケット噴射。このロケットはヘロ爆弾こと以号1型に採用されたロケットと同じものですね。おまんじゅうたちロケットには頼るな。とにかく重量を軽くするんだ。砲弾後半は高射砲弾倉全面と他一部を残して全部捨てて、各種消火装置は基本廃止。燃料は胴体タンクのみにして、翼にある燃料は全て投棄。よし、これで機体は軽くなったぞ。追撃だ。野生の B
以降撃滅。超空の要塞恐るるに足らず、これが T109 の実力なのです。太平洋よ大陸よ、紅翼板に敵を飲む我が空軍の精鋭よ、誰か侮る無敵国、守れ大空日本の空を、守れ大空日本の空を。あれムスタングじゃね。おまんじゅうたち振り切るんだ。防弾装備は大体外しちゃいましたけども、まずいですね。火を消すんだ。消火装置も全部外しています。高度を上げろバーチアル帝国陸軍である。本日はキー109の解説を行っていく。何かそれどころではないような気がするが、キー109の詳しい情報はよく知らんが、4式重爆飛竜の回収型ということは我が海軍の一式立航にルーツがある航空機と言えますな。我がキー67飛竜は陸軍重爆の伝統的な設計思想である。堅牢な防御力が継承された機体で、防弾板防弾ガラスを設置し、燃料タンクにも防弾ゴムを用いて設計されている。防御軽視の海軍と一緒にしないでくれたまえ。我々の想定された視線上は広大な海であるし、最も重要なのは直縁機の存在だ。単純比較はするべきではない。それにキー109の防弾性能は随分脆弱そうに見えたのだが、まあそれは後ほどわかる。さて、キー109は 75mm 砲の存在が目立つのだが、当初はこの砲の搭載は予定されておらず、2種類の4式重爆飛竜の回収型が計画されていた。このキー109鋼は4式重爆飛竜の機体をベースに 37mm 機関砲を搭載しており、 B29 を直接迎撃するための戦闘機だ。そしてキー109オツは机上電波標定機と呼ばれており、40センチの単焦塔を機体の上部機銃の後に搭載していた。飛行試験も実際に行われたという記録が残されている。なるほど。 B29 に対して夜間での襲撃を想定し、この2機で対処するということか。そうだ。この2つの機種は昭和18年1943年11月頃に正式に試作が指示されている。確かその頃はすでに B29 への対策委員会も設置されていたはずだ。この頃陸軍では敵の超重爆撃機への対策に大口径砲装備の航空機へ機体を寄せており、キー109もその一機種と言えるだろうな。ただキー109は当初哨戒兼防空機と計画されており、 B29 への対策だけでなく哨戒任務や対地攻撃や敵戦への攻撃も視野に入れた機体であった。さすがは4式重爆飛竜の発展型だけあり、高い汎用性は維持していますな。今の話を聞いていると 37mm 機銃で十分な火力にも思える。我が海軍の 25mm3 連装機銃もスケールとしては十分大きな機銃でもあるしな。無論 37mm 機関砲は航空機に搭載できる火器としては極めて強力だ。しかし B29 が想定をはるかに超える難敵であることが自明となるにつれ、なお火力は不十分とみなされたことで、より大口径の砲の搭載が行われることになった。実際に搭載された88式野戦高射砲は弾道性能が良好であったという点も大きな理由の一つだな。この 75mm 砲搭載型のキー109の開発は1944年2月10日から試作指示が下ったが、これに伴いキー109鋼オツの試作は中止となって、計画は 75mm 砲搭載型に一本化された。なるほど。航空機に高射砲を搭載するというのは発想としては分からなくはないが、開発はかなり難航しそうな気配がしますな。まあそう思うのは無理もないが、それでは実際にバーチアル空間で 75mm 砲の最初の試験の様子を再現していこうではないか。おまんじゅうたち衝撃に備えろ。ちょっと撃つの早い。風貌が粉々ではないか。やはり高射砲を搭載するなど無茶な話だ。実験は成功だ。風貌は粉みじんだが機体に破損はなく、4式重爆の機体強度を見せつけた結果といえる。だが一部で 75mm 砲周りの設計の改正が行われ、干渉用のゴムを用いることで反動への対策が図られている。また地上での射撃試験に加えて吹き流しを用いての試験も行われた。吹き流しを航空機が曳航して、これを 75mm 砲で撃つというものだ。これは
搭乗員の勇気には感服いたしますな。実際に栄光機ははやぶさが担い、75ミリ砲の弾道性能も良好で試験はうまくいっている。75ミリ砲は厳密には88式高射砲と聞いたが、新たな型番などは与えられたのだろうか。実はよく分かっていない。定説では確か砲501となっている。だが砲501は終戦時で2門の生産にとどまったという資料もあり、これが正しければキー109級に搭載された75ミリ砲は砲501でないと考えられる。まあ大戦末期の兵器は敗戦の混乱もあっただろうし、釈然としないのは致し方ありませんな。それでキ109の戦果はどうだったのだろうか。証言では B29 を撃墜したというものや被害を与えたというものもあるが、冒頭での検証のように高高度性能や速力も不足していた。キー109発案者の坂本少佐が直接登場して B29 迎撃を行ったこともあったが、キー109の高高度性能の不足で十分な接近がかなわず、発射した砲弾は B29 のかなり手前で炸裂してしまったようだ。そこで1944年12月4日に三菱と陸軍航空本部の打ち合わせで、キー109を洗練された防空戦闘機として飛行性能を優先して製作することが決まる。設計の改正案としては、防弾鋼板は高射砲弾倉全面を残して基本的に廃止し、消火装置の撤去、燃料を動体タンクのみとするなど大幅な軽量化が図られている。つまり先ほど敵戦闘機の攻撃で炎上したのは、徹底的に防御を薄くした結果だということですな。そうだ。少しでも良好な高高度性能を得るための代償と言えるだろうな。しかしそのような代償をもってしても、やはり B29 はあまりにも難敵でしたな。結論としてはそういうことになる。また不足する高高度性能を挽回するため、排気タービンを装備して試験が行われたり、あるいはロケットを補助推進用に装備することも検討されているな。あくまでも試算ではあるが、高度6000メートルで70キロから150キロ程度の増速が期待できた。確かロケット戦闘機の終水にも特路が搭載されていましたな。いや、キー109に搭載が検討されたのは終水の特路2号ではなく、特路1号になる。2号1型誘導弾に採用されたロケットが特路1号だ。あのエロ爆弾か。なんだそのふざけた名称は。全くけしからん。まあいい。ただキー109に特路1号が搭載されたという記録はなく、構想段階で廃線を迎えてしまったようだ。キー109は合計44機の生産が計画されたが、こちらも三菱の主要工場が爆撃を受けて壊滅するなど生産は低調なもので終わり、終戦時までに排気タービンを搭載した試作機2機と排気タービンを搭載していない20機が生産されたにとどまってしまった。 B29 の迎撃任務での運用は一旦諦められたキー109でしたが、小型艦艇や潜水艦への襲撃への特性はあったようで、艦府下関からプサンにかけての連絡船を護衛するという任務にも就いたことがあります。ただ本土決戦に向けて温存されたため、キー109の実戦での活躍は乏しいものになってしまったのです。ということで本日の動画は以上となります。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。